250 we go to the protest. 250. 250 we go to the protest. I'm like Will Smith in Korea. You understand I am the most famous black person in South Korea? Can you admit that, Hank? I'm going back to America. That's where I'm going. I'm done with it. Put your money where your mouth is. If y'all donate, we go to the protest. I'm not going to the protest for free. 韓国で違法行為を続けるジョニー・ソマリ。ジョニー・ソマリは韓国に観光ビザで滞在中にも、かかわらずライブ配信で寄付金を要求。$250寄付されたらデモに行くと金額を指定する場面も。これは韓国の法律違反。観光ビザ保持者は、たとえオンライン上の寄付であっても、収益活動は禁止されている。この違法収益活動により以下の処罰を受ける可能性がある。罰金最大2000万ウォン、約1万5000ドル。強制送還案で数年間の再入国禁止。最長5年の懲役。さらにジョニーの収益活動に関与していた人物、レイ・ハンクユーも共犯として起訴される可能性がある。彼らは最大3000万ウォン約2万3000ドルの罰金懲役刑に直面。恋人説のハンクユー、学費を犠牲にして支援。ハンクユーは自身の学費を使ってジョニーを支援していたことを認めている。弁護士費用から生活費まであらゆる支援を提供。その結果、家族母親祖父母から絶縁されてしまった。韓国社会ではジョニーは国の恥とみなされているため、ジョニー、韓国からの逃亡を計画中。ジョニー・ソマリは反省の色を一切見せずアジアの法律は、うんざりと発言。今後はアメリカや中国に逃亡して、コンテンツ活動を続ける計画。アメリカでは親友のトリー・セアーズをと YouTube を再開すると宣言。最大31年の懲役リスクも浮上中。現在の起訴内容には、ディープフェイク関連矢印最大21年。公務執行妨害矢印最大10年。合計で最大31年の懲役刑の可能性。さらに新たな罪状も調査中で今後数ヶ月で追加される可能性もある。ドイツ人やウクライナ人への侮辱発言も。動画の終盤、ジョニーはなんとドイツ人とウクライナ人を公然と侮辱。差別的性的な発言が問題視されている。世界中に敵を作っているとの声が視聴者から続出。一向に反省の気配が見られない。国際社会の反応。私は韓国系アメリカ人です。ただ皆さんに伝えたいのは、ハンクは韓国で生まれただけで、家族は台湾出身だということです。それに彼はどう見ても中国の方が好きみたいです。多くの韓国人は彼を韓国人とは思っていません。それだけは言っておきたいです。ジョニーは有名じゃなくて悪名高いんです。ハンクを見ればアジア人全員が賢いわけじゃないってことがわかります。ジョニーのような外国人がこうした抗議活動に参加するのは違法です。韓国の次にどこへ行くかって話した時のハンクの顔、見ました？中国って聞いた時はすごく嬉しそうだったのに、ジョニーがアメリカって言った瞬間、ああ、やばいって顔してた。ハンクは自分がもうアメリカに戻れないってわかってるんです。ジョニーはハンクのことなんか気にしてない。韓国の外ではハンクは用済みで捨てられるだけ。ハンクは完全にそれに気づいてました。この問題は本当に話されるべきです。ジョニー・ソマリは韓国のビザ制度を悪用してお金を稼ぎながら国を馬鹿にしています。そしてハンクユーが学費を出して助けている。それは忠誠心ではなく、ただの愚かさと違法行為です。二人とも処罰されるべきです。韓国は何もしないよ。もうあの件数なら懲役400年は入ってもおかしくないのに。結局あいつは軽い罰金で終わり。見てなって。イスマイルがアメリカって言った時のハンクの顔を見ればわかります。彼は過去に罪でアメリカから強制送還されていて戻れないんです。抗議するために寄付を求めてるって？それはさすがに厚かましすぎる。彼は法律を破ってでもお金を稼ごうとしてるのが明らかです。韓国がそれを黙って見てるだけなんて信じられない。やっと誰かが言ってくれた。ジョニー・ソマリが観光ビザで抗議のための寄付をねだってるって？あいつは金欠で恥知らず。ハンクも一緒に刑務所行きが妥当だね。
チャンネル登録しました。ハンクとジョニーは確実に恋人同士だね。普通、ただの友達のためにそこまで犠牲にしないでしょ。ジョニーが甘い言葉を囁いて、ハンクは恋に落ちて人生を台無しにしたんだね。ずっと言ってるけど、なんで韓国はまだ彼を処罰してないの？ライブ配信して、金を集めて、今度は抗議で寄付を集めてるなんて、完全に金欠で恥知らず。早く彼とハンクを捕まえて。ジョニーが韓国を出たら、ハンクはもう二度と彼から連絡をもらえないでしょう。ハンクはソマリと一緒に中国へ逃げることを夢見てるんだよね。ジョニー・ソマリは韓国の法律に反するだけでなく自らの評判と人生を破壊し続けている。盲目的に支援するハンクユーの存在が状況をさらに悪化させている。ジョニー・ソマリは最大30年の懲役を受けるかもしれない。しかし、彼を支え続けたハンクユーはどうなるべきか。あなたは彼にどんな処罰が妥当だと思いますか？コメントで教えてください。